こんにちは皆様、いかがお過ごしでしょうか。私は今東京のホテルにいます。窓がね全開なのだから本当に嬉しい。ホテルが2時から入れるっていうことで、私はもう1時半ぐらいからホテルのロビーで待機してて、もう入れますってなった瞬間に入ってきました。もうね、相変わらずリュックできたの。もう本当にね、荷物が多すぎて、荷物詰めてる時になんでこんなに荷物多いんだろうとか思いながら詰めてたんだけど、もうリュック最高。しかもこのリュックね、見て、こういうクッション、これクッションついてるの本当にありがたい。これは LL ビーンかな、 LL ビーンだった気がする。私はもうカメラもいっぱいあるし、もうノートも2個ぐらいあるし、 iPad パソコンとか全部入れないといけないから、結局こういうリュックが本当にありがたいっていうことで、ここにお守りちゃんがついてて、でこの時期ってハスの花がたくさん咲いてるんですね。東京でハスがいっぱい咲いてるところといえば、やっぱり上野公園の池だよね。みんな行ったことありますか？上野は結構いろんな文化が混ざってて、美術館もたくさんあるし、なんかご飯とかも美味しいし、私的に結構上野ってすごく好きな場所の一つなの。上野の池にハスを見にもう朝から行こうかなと思って、で前乗りしてます。今日は前乗り仕事 Vlog& 朝5時に起きて公園に行く Vlog。 この前お仕事終わりに上野に行ってきたの。だけどもうその時点でお昼の1時ぐらいになってしまってて、もうお花が結構枯れてない、お花がもう閉じちゃってたの。ハスの花って朝日が昇るとともに開くんだって。日中どんどん閉じていくっていう感じで、朝の7時から9時頃に見に行くのが一番いいんだって。今日はとりあえずホテルで缶詰状態になって、もうやらなければならない仕事などを終わらせます。終わるか分かんないけど、頑張ってみるそして明日に備えて、夜遅くなっちゃうかもしれないけど、そんな感じのちょっとリフレッシュ Vlog みたいにしようかなと思ってるから、みんなも一緒にリフレッシュしてくれれば、私と一緒に2日間過ごしてください。お願いします。ここのホテルからの景色をね、みんなに見せたい。もうこれ一人で泊まってんのさ、ちょっともったいないなって感じだけど、ちょっと見せるね。はい、こちら東京ドームですね。東京ドームで今日なんかイベントがやってるらしい。なんか野球選手かな、出待ちしてる人とかもいた。夏のイベント的な感じ。これ普通に公園があって、ドンキある。今知った。ドンキ行きたいな。ドンキって買いたいものないけど行きたくなるんだよね。寝たい、もう眠いここなんか駅で買った120円のお水しかないから、ちょっと何かしらの食料を買いに行こうかなと思って、着替え、もうこれでいいか、これで行きます。はい。カメラと充電器があればいいかな。このね、タイでもらったトートバッグに入れる。これは私がねいろいろ作ったの。めっちゃ可愛くない？これ私が作ったんだけど、これなんか CD ってやっぱ可愛いなと思って CD っぽいやつ作ったの。これね、後ろテーラーですやばい、ここビリ、ほんとおかしいことになってる。これね、こういうのとか解説ハンナみたいな。最近イラストレーターをまたやり始めて、なんかイラストレーターを1年分お金払って買ったの。1年分で10万円ぐらいするの。やばくない？学生時代はイラストレーターを授業で撮ってたけど、ちょっとガチで本当にやんなきゃいけないなと思って、イラストレーターとか、フォトショップとかまた練習し始めてて、これはイラストレーターで作ってみた。架空の、CD みたいな。こういうなんか架空のもの作るの好きなの。高校の時にそういえばこういうの作ったと思って、私高校の時はなんかデザイン系とか美術系の授業がたくさんある学校に通ってたんだけど、その時めっちゃ一人で、私の友達が全員美術系以外のクラスを取ってて、もう私だけ美術系だったから、美術系のクラスに私の友達が全然いなくて、ほぼ一人で3年間過ごすっていう、そういった時代ありました。だからみんな大丈夫だよ。高校はもう過ぎ去るので大丈夫ですそんな時代になんか課題があって、なんか架空の商品を自分でプロデュースして作るみたいな。その時に私はパックのパッケージを作ったの。それが
これに生きてるなと思って、なんか今までやってきたことがなんか自分の将来につながってる感じがしてるから、だから大丈夫だよって安心してって言いたい。マジで可愛いよねこれ。なんかこういう日本の文化パッと見たらなんかご当地のお守りですかみたいな、そういうのを意図してこういうフォントを使ってます。なんかさ、温泉街とか行ってお守りとかキーホルダーとか見たり買ったりするのすごい好きなの。なんかこういう意味わかんないフォント使ってたりするじゃない。だからこれがすごい可愛いと思って。 OK、 一旦こんな感じで今日のコーディネートちょっと待って。はい、です。もうね、今日はスカートは1個しか持ってきてない。なんか日本にいてもホテルに泊まるだけで旅行してる感じがするからすごく好き。でも毎回できないから特別な日だけだけどね。はい、じゃあ一旦出てちょっと探索します、ここら辺を。丸い。見て、景色がまたちょっと違うね。見えてきた私の好きなコーヒー屋。はい、これです。コティコーヒー。これね、本当に美味しいココナッツのコーヒーがあるの。ココナッツラテが東京で本当に見ないんですね。だからもうここに行くしかないの。だけどもうこれが前までなんか渋谷にあったのになんかいなくなっちゃって、マジで美味しそう。これ美味しそう。美味しそう。このプリン美味しいよね。美味しい。水どこですか？水がすごい遠いところにある。おすすめ。お好みの設定に変更できます。よろしければ結構ね、1時間ぐらい外で出た。このレモンジャスミンティーっていう見たことがなくて買ってみちゃった。夏はこれだわ。めちゃくちゃ美味しい。もうね、欲張りなところが出てしまいました。2個飲まさせていただきます。夜の8時9時ぐらいまではちょっと作業をしようかなと思ってるから、これでちょっと頑張ってみる。あとじゃがりこも一応買って、お水も買った。私バインミーも本当に大好きなの。これもすごく人気店らしくて、油がすごい美味しそう。めっちゃ美味しい。てか本場の味がする。これとこれは合わないわ。今日は絵のお仕事がまずあって、平っていうね、洋画家って人、平さん、彼女の絵をね描かないといけないんだけど、下書きを終わらせないといけないのと、今日 YouTube 上げたいから YouTube のちょっと最終チェックして、一旦仕事に取り掛かって、飽きたらまた喋るね。私はリフレッシュしたい時にたまにホテルに行くことがある。普段の日常から少し離れて知らない街に行くのが楽しいの。こういう空間にいるといろいろ考えることもある。最近物の価値って何だろうって考えるの。高いものとか有名なものってそれだけでなんとなくよく見える時がある。値段以外にもブランド名とかいいねの数とか。レストランに行く時も映画を見る時も服を買う時も先にみんながどう思ってるかを見れるじゃん。便利だけど自分で選んでない感覚もあるの。みんなが欲しいから欲しいのかなみたいな。
逆に誰も知らなくても自分だけはすごく好きなものってあるよね。人に見せなくてもいいし、自分だけが知ってる秘密。なんかロマンチックじゃない？昔チャオっていう漫画が大好きで、そこの付録にあったもの10年ぐらい使ってると思う。もしフリマで売ったら多分100円にもならないと思うけど、私にとっては値段をつけられないぐらい大切だったりするの。そういう自分だけが知ってる好きなものとか、自分の感覚で選んだものってこれからもずっと大事にしたいなって思った。今夜の8時になりまして、さっきから4時間ぐらい経ったのかな、多分経ったんだけどさ、なんか今思ったらその時になんか別の動画撮ればよかったって今すごい後悔してんだけど、めっちゃもったいないことした気がする。でもまあ1時間ぐらいはちょっとベッドで寝ました。私の家のベッドは2段ベッドてかロフトベッドで、上がもうめっちゃ細いシングルベッドみたいな感じで、もうこう手伸ばしたら壁がつくみたいな感じなの。だからここのね、こういったベッドに寝るのが私の夢なんだけど、今ね後ろにあったからちょっとゴロゴロしてたら普通に1時間ぐらい経っちゃって焦って今終わらせてメールを送りました。待って、なんかホテルにいるのにさ、全くなんか活用できてない。さっきあんなに明るかったのに。もう待って、電気つけてくるね。電気のつけ方がわかんない。もしかしたらこの明るさがマックスなのかもしれない。今からYouTube をね上げます。ここのホテルをね使いたい私も。だからちょっと待って、メール返してない。やばいやばいやばい。もう誰かやってくださいって感じ。充電もない。飲み物2個あったけどもう結構なくなってきた。なんかパソコン打ってるとさ、今こうやったらすっごい速さで打ってるように見えるけど、私もうパソコン打つの速すぎてめちゃくちゃ誤字してて、でまたこうやってこうやるじゃん。でまたこうやって消すの。こうやって普通にゆっくりちゃんと打った方がいいんだけど、それができてないんだよね。今日あげる YouTube は着たい服がわからないあなたへ自分の好きな服の見つけ方って言って、なんか服さ見つけるのめちゃくちゃめんどくさいっていうか、私はね、みんなは服どうやって見つけてるかわからないんだけど、ちなみに私はお洋服は、結構ヴィンテージのショップで買ったりだとか、メルカリとかヤフオクとか、そういうもうなんかもうほぼ古着なの。これも古着です。はい。これも古着っていうかヴィンテージショップで買ったやつ。これは違うけど、あそこにそんぐらいだった意外とこのブランドどこか分かりません。でもクローバーが可愛くて、この石はなんか本物の石らしくて可愛いからお守りのようにもう毎日つけてるんですけど、もうつけすぎてちょっと錆びてきた錆びてきちゃうぐらい結構もう同じものをめちゃめちゃ使うし、ちょっと待って見せたいみんなに。もうピンクがあっても可愛いかもしれない。こう着た時にラウンドじゃなくて結構こうボートネック並みに広くこう細いやつが好きで、これはもう3年前ぐらいから言ってて、同じ感覚だよねみたいな。私はもうスマホ首なので、もう首こんなことになってるから、もういいかもうこうやって。だからまあせめてここ開けてほしいみたいな。ここもなんか切りっぱなしになってんのね、これ。だってもうこういうことじゃなくて YouTube 上げるね、とりあえず。みんなって概要欄見てくれてるの？私結構毎回変えてるんですけど、見てください、お願いします。っていうか私の動画のアウトロが私的に結構好きなのね。アウトロは毎回違う動画を入れてて、本編と全く関係なかったり本編の延長線上みたいに作ってみたりとか、だから見てくれてる人はありがとうね。この動画の話の続きで言うと、この動画では着たい服が見つからない時は自分の生活から考えると分かりやすいよって話をしてて、自分の生活とファッションってめっちゃ結びついてると思うから、私のようにパパッと適当に外に出て生活するみたいな時って、着回しがまず重要だし、ユニクロとかさブランディの白 T とか大好きです。だけどもう白 T がさ週に5回も6回も続いたらおしゃれって何みたいになる時あるの私待って、私週に5日間白 T と
ジーンズだけで過ごしてたんだけどみたいな週とかもあるのね。だから無地じゃなくてこういうデザインがね入ってるお洋服を適当に着るのが気軽に心地よくおしゃれになれる方法だなって私は思ってるから、そこら辺のスカートとかクローゼットで悩むのが結構めんどくさいから、私的にもうはいこれみたいな感じでパッて着ていけるみたいな。やばい、じゃがりこ食べたい、目の前にあるの。でも夜ご飯も食べたい。全然お腹空いてないけど、でもね、私もったいないっていう感情で毎回損してる気がする。もったいないから食べようとか言ってお腹いっぱいになって作業ができなくなるみたいな、そういう人生を送ってます。髪取ったらやばいことになったんだけど、待って、やばい、ちょっと待って。一旦もう仕事とか投稿とかはもう終わったので、ちょっとパソコンから離れることにします。今ね、もう夜の10時なので、ご飯食べてなくて、ドリンクを2杯飲んだんでそんなにお腹空いてないんだけど、疲れたしウーバーしようかな、しちゃおうかな。クーポンがいっぱいついてる。明日は5時に起きて6時にここを出るっていうスケジュールだから、早く起きないといけないんだよね。今からウーバーイーツして若干外を散歩するっていう、これが一番いいと思う。そうしよう。じゃあはい、頼みます。最近一日がすごい早く終わっちゃうって気がする。もうパソコン作業する日が多すぎてさ、パソコンって景色変わんないから、もう一瞬で過ぎ去んだよね。帰ってきました。ちょっと待って、どういうこと？この近くに牛肉麺のお店があって、めちゃくちゃ美味しそうだったから頼んでみた。そしたらこれが来て、ちょっと困惑してるんですけれども、これは大根？いただきます。大根だ。パクチー食べたかったの。いただきます。麺が美味しい。牛肉。ラー油とかパクチーとかそういうアジアのスパイスとかが混ざってる味が私すごい好きなんだよね。これさ、飛び散りこの近くで多分男性のアイドルの方がライブしてて、女の子たちがめちゃくちゃいたの。もうみんなお洋服が本当にフリフリのワンピースみたいなの着てて、みんなどこで買ってるんだろう。同じところで買ってるのかな。牛肉麺おすすめです。髪がすごくなって、どこから出てるの？寝る前にね、日記書いてみたの。この時久々に書いた。最近忙しくて日記書こうってあんまり思えなくて書けてなかったの。でもさ、一日振り返ってみたら気づいたこととか思ったこととか1個あるじゃん。今日は思ったことがたくさんあったから書くことにした。一応ノート持ってるんだけど、全く書かない日もあるし、気づいたら5枚ぐらい書いてる日もあって、結構バラバラなの。何が書いてるかっていうと本当に適当なことで、今日何食べたとか何が嫌いだったとか。でもそういうところから自分の好きが何か分かったりするの。そういうのって意外と忘れちゃうからね。日々って意識しないとすぐ過ぎ去る。1週間、1年、10年なんてもうすぐなんじゃない？ 10 年後の31歳、私は何が好きなんだろう。ダラダラしてたら夜の1時になっちゃった。5時に起きなきゃいけないのにさ、なんでこんなに遅いの？おかしいよね。アラームかけよう。いつもさ、私アラームやばいことになってる。見て、消してないの。今までの過去のアラーム4時45分から3、4回鳴らすことにした。みんな夜映画見るのとか好き？私は映画見るの結構好きなんだよね。夜中に見たくなっちゃう。私は UNEXT に入ってるんだけど、 UNEXT だと結構面白い映画がいっぱいあって、日本の映画とか、アジアの映画が夜見たくなるんだよね。私はアジアの映画大好きなの。ソフィア・ゴッパラの映画とか恋する惑星とかは夜にすごい見たくなる。リリー・シュシュもいいよね。ちょっと明るいやつじゃなくて、
ダークっていうかなんか落ち着いてる感じ、永遠に続く夜みたいな時に見たくない？私はね夜の方が好きかもしれない。なんかこういう仕事してると多分夜型になっちゃうんだと思う。この時間本当に大好き。私は夜に一人で映画を見るのが好きなの。絶対目に悪いし寝不足になるのに、夜は永遠に続きそうで起きちゃう。みんなは映画見るの好き？今見てる映画はリリー・シュシュのすべてってやつ。2000年代前半の日本の映画の雰囲気が好きでよく見るんだよね。私が生まれるちょっと前の、私がいなかった頃の日本ってどうなんだろうって気になるし、他にもストロベリーショートケーキスとかパプリカとか贅沢な骨って映画も見た。映画を見終わった後のその世界に入り込んでた余韻を感じながら寝るのが好き。このさホテルにたまにこういうの置いてあるじゃん、こうセットのやつ。これ嬉しいよね。もう今日はパックを昨日使っちゃったので、持ってきたっけ2個、1個しか持ってきてない気がする。しかもこれ使う。新しいこと始める前って止めてくる人もいるじゃん。私も YouTube とか始める前になんか YouTube って何みたいな感じで言われたこととかもあるし、YouTuber って聞くとさもう有名な人いっぱいいるからさ、でちょっと悪いイメージとかもやっぱり人によってはあったりするし、始める前にさ言い過ぎると止めたくなる人もいるし、ナーバスな気持ちになるから、あんまり人には言わないように私はしてる。私は夜型で朝起きたいと思っても夜遅くまで起きちゃうから全然起きれないの。でもたまに5時に起きるとびっくりするぐらい気持ちがすっきりしてる時がある。それが不思議。なんか7時とか8時に起きるとむしろ体がだるかったりするけど、5時だとすっきりしてるの。さっき外を見てみたけど車もあんまり走ってなくて街も静かで、夜も自分だけが起きてるって感じがするけど、朝のこの時間も自分だけって感じがする。同じ静かな時間なのに夜とは気分が全然違うの。なんかどんどん曇ってんだけど大丈夫？まあでもハスが咲いてることには変わりないから私は行くよ。なんかこれいいや。あすみさんってさ何年間朝早く起きてんのってぐらい毎朝いるよね。上野公園にやってきました。私が見たかったハスがたくさん咲いてた。ハスは水生植物で水面から 1,2 メートルほどの長い茎の先にお花と葉っぱがくっついてるの。ベトナムにはハス茶があるんだよ。ハスの花言葉は清らかな心。私のハスの好きなところは泥の中からあんなに綺麗なお花を咲かせてるところ。よく見てみるとお花の形が全て違くてそれぞれ咲いてるところが好き。今上野公園に来て池の周りを散歩してたんだけど、一番いい時期に見れてすごい嬉しい。しかも朝だから誰もいない。ハスの花が咲いてたり咲いてなかったり、まだつぼみだったりいろんな形があるのも面白いよね。これは結構咲いてるね。この2日間一人でいろいろ歩いたり見たりしたけど、別に特別なことは何もしてないの。今日見たハスも普通に歩いてたらそのまま通り過ぎてたかもしれない。私が何気なく撮った写真も誰かにとっては別に何でもないものだと思う。でも自分がいいなって思った瞬間って誰にも教えられてないでしょ。自分が気づいた感覚って感じ。ただ自分が見てなんか好きだなって思った。それだけなんだけど、そういう感覚って結構大事だなって思う。
毎日って多分ほとんど同じように見えるし、特別なことは全然起きないじゃん。でもちゃんと見てみたら意外と近くに好きなものとか素敵だなって思うものがあるの。誰かに見せなくてもいいし、価値がつかなくてもいい。そういう自分しか気づいてないような好きをもうちょっとこれから大事にしたいなって思ったよ。みんなの好きは何？明日からちょっと探してみてね。じゃあ最後まで見てくれてありがとう。ご飯食べてゆっくり寝てください。また次の動画で会おうね。じゃあね、バイバイ。